回のあらすじ、ウランジア軍の中で戦いながら、軍として戦うとはどういうことか、甲状腺はどう戦えばいいか、よりよく勝つにはどうすればいいかを学んだクラン、ユズキの女たち、文脈、力、名声、領地を手に入れた彼女たちは、ついにウランジアに反旗を翻すことを決意するのであった。うわー、もうこんな国にいられるか。ゆかちゃんまた冒頭から発狂しちゃってどうしたの？憎きウランジアと一緒に戦い、一緒の釜の飯を食い、一緒の屋根の下で寝る生活をしていたんですが。何それ？私だってゆかちゃんと一緒に寝たり一緒に寝たり一緒に寝たりしたいのに。ふはは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 。すん姉様寝すぎわろた。というわけで、ウランジアを去ろうかと思うんです。そろそろ私たちクランユズキの力も名声も高まってきたし、いい頃合いかも。去る時に領地をそのまま奪うか、返してしまうかを選べるんですね。こんなもん領地を奪い去る以外に選択肢なんかないやろ。でもそんなことしたら諸侯さんたちに恨まれて袋叩きに遭うかもしれないよ。アホやなあ、葵は。ここでビビってどうすんねん。お姉ちゃんこそバカの一つ覚えみたいに突撃するだけじゃん。誰がバカやねん。最初にバカ言うたやつがバカなんや。バカお姉気がついてないかもだけど最初にアホって言ってたからね。うるさいアホ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 。バカ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 。いやー、姉妹っていいもんだね。ですね。ですねじゃないが。あれ、結局ウランジアを去らなかったんだね。そうなんですよ。私、気づいたことがありまして。まだ結婚してないなーと。ゆかちゃん。やっとズンコの元に来てくれる決心ができたんだね。おめでとうございます、ずん姉様。今晩はごちそうにずんだ餅を食べないとですね。君たち年がら年中ずんだ餅食べてんじゃん。私たちが出会ってから10年ほどになりますか。あの頃に夢見たゆかちゃんとの夫婦生活がいよいよ実現するとなると、まずは新居でも決めちゃえ。ゆかちゃん、その男は何？紹介が遅れましたが、彼はファンハルトさん。私、この人と結婚しようと思うんです。すん姉様。ゆかちゃん、私よりその男のどこがいいっていうの？勘違いしないでください。あくまでウランジアを滅ぼすという目的を達成するためです。ウランジアから人材を引き抜いて、こっち側につけるんだね。そうなんです。私一人ではどうしても兵隊の数が足りなくて、城を落とせないことがあるんですよね。新しい部隊を担う人材の採用と、ウランジア戦力削減の一石二鳥です。ところで結婚ってどうやったらできるの？相手を力でねじ伏せられたらしてくれるかな？何この女力強い好きとはならないでしょ。何はともあれ相性が大事なのです。私のことを知りたいと3つの質問をしてくるので、ちゃんと本心ではなく、相性がよく思われる確率が高い選択肢を選びましょう。ふむふむ、今回は3つの質問とも気に入ってもらえたみたいだね。このゆかりさんとお見合いしているんですから当然です。どの時代どの場所のオスに聞いても、ゆかりさんと結婚したいって言うに決まっているんです。男の人ってそんなにちょろいんだね。マキさん、それどういう意味です？ともかく、ファンハルトさんとの1回目のお見合いは成功です。またお会いした時にもっとお話できるかもしれません。ですって。できるかもしれないし、できないかもしれないと。なわけないでしょ。次で落としてみせますよ。男なんて城を落とすよりも簡単なことです。そして、保険として別の男にも手当たり次第に声をかけていくビチビチなゆかりん。しばらくの後、再びファンハルトと結婚の交渉をするのだった。さあ、この私にメロメロつぶつぶなファンハルトさん。超絶美少女ゆかりさんが結婚しに来てあげたわよ。なんで？私本当に彼に嫌われるようなこと何もしてないんだけど。確かに態度が悪いとかそういうことはなかったと思うんだけどな。何もしてないのに嫌われるとか、それも生理的に無理ってやつじゃないですか？そんなのおかしいでしょ。佐藤さんじゃあるまいし。いいもん、私には他にキープしてる男が数十億人いるもん。地球上の全オスをキープしてるってやばくないですか？ところで、キープのドムントさんとの結婚交渉も失敗したみたいだね。ははは。たかが1回失敗したぐらいで未来永劫結婚してくれないなんてことはない。その後もすれ違う諸侯たち全員に、すでに結婚しているのか、結婚していなければ結婚しないかと尋ねて回るゆかりん。そのことごとくお断られ、ヒロイン的魅力のなさにいい加減気がついてもいい頃なのですが、なかなか頑固で無自覚な女のようです。そして、もう十何人目かの諸侯、アラリーさんとは馬があったようで、結婚への最終交渉へと進むことができたのでした。私には信用できるパートナーが必要です。やて、ゆかりんなんて答えるんや。私がどんな誓いを立てようとも、私はそれを守ると確信しています。なんやそれ日本語下手かよ。
よーし、1回目成功。ヒヤヒヤさせやがって。次、家族の賛同を得られるよう尽力すべきかと思います。ですって、ゆかりさんなんて答えます。私の願いは彼らに私の徳を知ってもらうことだけです。そうすれば受け入れてもらえるでしょう。ゆかりさんの徳ならきっと大丈夫ですよ。イエース !2 回目も成功。よかったですね、ゆかりさん。これで晴れて結婚できますね。まあこのハイパー美少女ゆかりさんの美少女力にかかればこんなもんですよ。何が美少女力だよ。一体何人にお見合い断られたと思ってるんだよ。マキさん、それは言わないで。ところで、結婚までの最後の道のりとして、一族の長であるデルセルトさんと交渉する必要があるみたいですね。よーし、そうと決まればデルセルトさんの元へレッツゴー。あなたがデルセルトさんね。ゆかりさん、この人は結婚相手のアラリーさん一族の長であり、ウランジアの現国王でもあります。なんですって。ということはここでデルセルトさんをやっつけてしまえば、もうこの戦いに終止符を打つことができる。いや、やめておきましょう。後ろの護衛の眼光が尋常じゃなく鋭いわ。まさかの結婚交渉ってお金で解決するんだね。8000デナル近くも必要みたい。なんで結婚するだけなのにお金を払わないといけないの？さすがクソ貴族どものトップであるウランチア国王ね。器がおちょこ並みに小さいんだ。小さいのは私の胸だったわ。いけない。ゆかりのおバカチン。何この護衛たち。このゆかりさん渾身の自虐ネタが通じないなんて。こんなネタで誰が喜ぶねん。無事結婚もできたし撤収。ゆかちゃん、ちゃんとまだショックなんでしょうね。何言ってるの。ズンちゃんに当たり前じゃない。だっていくら政略結婚とはいえ、ゆかちゃんが私以外の人と一つ屋根の下で寝ているなんて気が気じゃなくって。アラリーさんのことなら心配しないでください。彼には毎晩馬小屋で寝てもらっているので。ゆかちゃん、私のために必死にショックを守っているんだね。ズンちゃんの頭、飯が吹っ飛んでてついていけない。それより、アラリーさんには私とは別の部隊を率いてもらうことで、これまでと比べ2倍程度の兵隊で進軍できるようになりましたよ。今までならちょっと戦うのをためらっていた151人という敵の数でも、難なく戦えるようになります。この戦力差じゃ戦術もクソもないな。全軍ひたすらに敵をめがけて行進せよ。ゆかりさんそんなに突っ込んだらまたいつもみたいにやられちゃいますよ。ゆかちゃん突撃なんてやめてズンコの元に帰ってきて。今の私に恐れるものなんて何もない。ダメだこれ完全にノーキンズの一員ですわ。とはいえさすがにこの戦略差、兵たちをただ突撃させているだけでも勝てていた戦でしたね。こちらは死者数0の撤退26人。それで相手73人に天罰を与え、76人を神様の元に送り返しました。次生まれ変わったらゆかりさんに忠誠を誓うことだな。あかん、完全に調子乗っとるで。ウランジアのとある部隊223人が敵の約1300人もの部隊に襲われてんじゃん。ゆかりん助けに行かないの？そうですね。ここで助けに入ればものすごく感謝されるでしょうし、ウランジアからの信頼も絶大なものになるでしょうね。でも助けません。ウランジアがやられているなら喜ばしいことじゃないですか。ゲド。でも、あれからさらにコンパニオンさんを雇って一つの部隊を与え、アラリー3部隊と合わせて3部隊連合になった新ゆかり軍の力をここらで見せておきたい気もするんですよね。というわけで、ウランジアの部隊と戦って疲労しているであろうおよそ600人の敵さんと勝負です。相手2倍の兵数ですけど大丈夫ですか？相手は手負いだし、こちらは連度の高い兵隊さんばかりだし、それにこの世界のルール的に味方部隊へのダメージは3分の1に抑えられますしね。お恥ずかしながらそういうことです。今回の戦場は市街地なんやな。市街地は苦手なんですよね。確かに旧兵には戦いにくい戦場でしょうね。民家や畑、柵などいろんな障害物があって車線を遮られてしまいますから。いかに敵の近接兵たちを味方の旧兵に近づけないか、それが勝敗の分かれ目ということですね。これはもう私自身が最強の盾となり、みんなを勝利に導く以外にありませんね。さすがゆかりん、盾みたいな見た目してるもんね。盾に収まらんと鋭い剣になったゆかりんが敵全員を倒してもうても構わんねやろ。あかねちゃんバカなこと言わないで。ゆかちゃんがその言葉を真に受けて敵の大軍に向かって行ってしまったらどうするの？全員やっつけてやるぜほら言わんこっちゃない。ガルラディアに轟け私の名声。どんな強敵も大軍もこのクランユズキのゆかりが打ち砕いてみせる。ゆかちゃん。最強の盾が効いて呆れるぜ。3部隊連合の強さを見せようと思ったのにダメでした。ゆかちゃんそんなに落ち込まないで。たまたま運が悪かっただけで、ゆかちゃん自身は何も悪くなかったよ。ほら、ズンコの胸で泣いてもいいんだよ。
師匠。まったく、まだまだ未熟者な弟子ですね。次は頑張りましょうね。はい。あれ、ずんこがゆかちゃんは慰めてそのままゴールイン、もしくはベッドにする流れだったのでは？そんな下心満載だからダメだったんじゃない？よし、心を切り替えて、この城を攻め落とすことで次こそはいいところをお見せしましょう。敵は253人ですか。確かにゆかりさん一人の部隊ならちょっと厳しかったので、3部隊連合の良さが生きるかもしれませんね。まずは一人でも多く、城壁に陣取る敵を削っておいて。そうゆかりん感じや。波状椎で正門をぶち破ったら、そのまま最後の門も殴り壊してやりましょう。今回はいけるぞゆかりん。よーし、正門突破。全員城になだれ込め怖いけど頑張りましょう。私も先陣を切って戦いますよ。やめてチクチクしないでまたやられちゃう。ゆかちゃん残り体力ギリギリすぎ。ここまで来たら勝利は確実。一匹たりとも敵兵を逃がすな。やりましたね。最終的にこちらは15人死んでしまいましたが、敵131人を葬り、116人を撤退させることができました。ありがとう師匠。ウランジアの諸侯を引き抜き、力を削ぐことに成功した。3つの部隊を束ねることで、より多くの兵数を確保することができた。そして、軍として戦うことで、城を攻め落とせるだけの力を手に入れた。時は、満ちた。ついにクラン、ユズキによる建国を宣言し、憎きウランジアへの復讐劇が加速していくのであった。